はい、こんにちは、やすさんです。こちらの動画では、フレアネットワークスの最新情報について共有の方をしていきたいと思います。海外のですね、公式テレグラムおよびディスコードの方から僕の方で重要だと思ったものを抜粋してね、紹介の方をしていきたいと思いますので、ぜひですね、最後までご視聴いただければと思います。はい、ではですね、早速解説の方を始めていきたいと思います。まずディスコードですね、もうすぐソングバードの1歳のお誕生日ですね、ということで、フレアネットのカナリアネットのね、ソングバードネットが、もうすぐね、ローンチしてから1年経つということで、またね、どのような実績があったかは、後ほどね、また公開の方をしていきたいと思います。はい、続いてですね、パートナーからのエキサイティングなお知らせということですね、パンゴリンデックスですね、今後、フレアメインネットでもね、ローンチするパンゴリン、デックスが、ソングバードのね、ネットワークで、ローンチしました。で、この後、ローンチした後ね、トークン、PSB っていうトークンをね、作成して、ローンチしたんですけども、1回目ね、失敗してしまって、そのトークンがね、今、返却されるっていうね、ことが行われてます。でね、今後また2回目ね、新しい、PSB っていうのがね、展開されて、またサービスの開始されたんですけども、またね、継続してアップデートを行ってるって形で、僕の方でもね、また追ってますので、またね、更新ありましたらそちらもね、配信していきたいと思います。はい、続いて、ヒューゴ CEO ですね、わかりやすくするためにトークン配布を実現するためには以下のことが必要ですということで、エアドロップはいつなんですかっていう質問がね、たくさん寄せられてましたんで、現状こういうことですということですね、まとめられてくださいました。まず1番目に、フレアがコードベースをリリースすると。で、最近上流統合が、コード更新をプッシュするため、多くのアップグレードが必要になっていますと。だから FTSO にコードベースをまず公開する必要があると。で、コードベースがリリースされるとすぐにバリデータっていうのが検証が始まるっていう形になります。まだ0%ですね。で、その後 TD が発動されるということで、TD っていうのはトークンディストリビュートイベントのことで、トークン配布イベントのことになります。ですので、まずコードベースが公開されて、それを FTSO がね、もらってバリデータに移っていくと。で、そのバリデータが終わると、観測モード終了っていう形になるかと思います。その後トークンのね、エアドロップって形になるかと思います。はい、続いて、どのようにブリッジするのですかという実際にね、どうやって資産を、F アセットね、ブリッジしていくんですかということで、ステートコネクタ F アセットシステムレイヤーケーキっていうね、フレアの独自の、プロトコル商品を使って、ブリッジングしていくと。で、これらの製品は段階的に展開ということですので、一斉にね、全部公開されるわけじゃなくて、今はね、まあ、バリデート終わって、観測モード終わってて、どんどんね、一個ずつ展開していくって形になります。はい、続いて、現時点で、ネットワークがどの程度分散化されているか確認できるウェブサイトはありますかということで、あるいは前回のブログ投稿から進展があったかどうかご存知の方いらっしゃいますか？ディスコードで質問ありました。でね、FTSO のね、プロバイダーが公開しております。FTSO EU とね、あと au がね、公開してますので、そちらで分散化をね、見ることができます。色分けされてるんですかね。どれだけ分散化されている今0%なんで、一色になってますが、で、今回の動画の概要欄にこの元記事のね、リンクの URL 貼っておりますので、動画のね、ですのでそちらクリックしていただきますと今回の動画の記事見れますんで、そちらでね、このリンクをクリックしていただければ見ることができます。はい、で続いてこちら先ほどね言われた365日前、ソングバードの赤ちゃんが誕生しましたということで、ツイッターの方配信されてまして、4350万の取引、で2290万のブロックチェーンのブロックの生成で38万5000件のウォレットの作成、あとは16億 SGB の報酬っていうのが生成されましたと。ただまだこれはほんの始まりに過ぎないということでね、2年目3年目ってどんどん発展していきたいということで、フレアソングバードコミュニティの皆さん1周年おめでとうございますということでね、配信の方ありました。こういったね、配信の方ありますと、また皆さんね、ホルダーの方喜ぶと思いますので、市場もね、活気づいていくかと思います。はい、で、続いて、年間インフレ10%から8%に移行する予定ですということで、同じくソングバードですね、9月22日から、年間のインフレ率10%から8%にね、下がりますということで、インフレ率って何かと言いますと、FTSO の報酬のね、率だと思って、いただければと思います。じゃあ実際にその FTSO 報酬が減ってしまうんじゃないかって心配される方もいるかと思いますが、これどういったことかと言いますと、今ね、ガバナンス提案が行われてて、フレアトークンも同じように減少するようにしましょうということでね、ガバナンス提案を行われています。で、それでね、比較するとどうなるかというと、
これ赤がね、10%、年間のインフレ率10%変更しないで毎年10%ずつ。で、緑が今回のガバナンス提案で10%、8%、7%、5%かな。で減少させた場合のトークンの供給率のね、比較になります。で、36ヶ月間はエアドロップがありますので、あまりね、大差はないんですけども、36ヶ月目から終わってからは、FTSO のデリゲート報酬とかが関わってくるので、トークンの供給量っていうのが大幅にね、変更されてきます。ですので、それがね、今回ガバナンス提案を取ればね、つまりは FTSO のね、報酬を減らしていった場合は、供給量がね、大幅に削減されると。で、これどういったことを意味しているのかっていうと、インフレ報酬っていうことなんですよね。なので、FTS の報酬がね、実際もらう報酬の枚数っていうのは減るかもしれませんが、供給が制限されるってことは、トークンの需要が増えるってことと、あとは初期参加者ですね、初めの頃に持った FL トークンっていうのが全体に対しての割合っていうのが多くなりますので、価値を持つっていう形の2つのね、メリットがあるかと思います。まあ難しいようですけども、まあ例えば簡単に言えば、まあ、お金をすりまくったらどうなるかってことですよね。お金が膨大にね、世に出ますんで、お金の価値っていうのは下がっちゃいますよね。ですので、トークンの価値が、上がるようなね、インフレ、機能を果たすような仕組みがあるということですね。ただ、価格っていうのはね、これだけのインフレ報酬の仕組みを提供してても、価値が上がる下がるに関してはいろんな要因がありますよね。仮想通貨全体が下がったりとか、っていったあと個別具体的なね、例えばリップス訴訟の問題があったりとか、そういったのもありますので、これだけではね、判断できませんので、すぐ売りたいって方は、今のね、この提案がどうなるか、ちょっとね、まあ疑問を抱いている方もいるかと思いますが、まあ現状はね、こういったことですので、だからね、比較的、ネガティブだけではないということですね。じゃあ覚えておいていただければと思います。はい、で、続いてイーサリアムへのポスへの変更は、フレアネットワークに何らかの問題があるんでしょうかという質問でして、これ何かと言いますと、先日9月13日だったかな、イーサリアムのね、大幅アップデートがあったんですよ。ポウからポスっていうことで、プルホブワークからね、プルホブステークの方にアルゴリズム、コンセンサスアルゴリズムっていうものがね、変更になるっていうね、最大のアップデートが行われたので、フレアがね、イーサリアムのバーチャルマシンっていうのを利用しているので、なんか問題あるんじゃないんですかっていうね、コミュニティの心配からの質問になるかと思いますが、コンセンサスアルゴリズム自体はアバランチェのね、修正版を使っているので全く問題ありませんということで、イーサリアムの今回のネットワークのアップデートに関しては、影響は受けませんということでね、説明されてます。はい、で続いてネットワークのソフトローンチは順調なのでしょうかということで、今はねまだバリデーション始まってないんですけども、まあ、心配されて、どういう状況なのかということで、今はねネットワークが起動して観測モードに入ってて、で次のステップは、ノードコードがデータプロバイダーに公開され、だから先ほどヒューゴ CEO が言ってた話ですね、コードがデータプロバイダーに渡されると、その後、そのノードを使ってスピンアップしていくと FTSO がね、で間もなくソフトウェアを入手して準備万端となる予定ですということですね。で、コードレポは、オープンソースですか、またそれを見る方法はありますかと言って、一部はすでに公開されているようです。で、もうすぐ全部、コードの方が公開されると。で、フレアは完全にオープンソースになる予定ですということですね。で、現状はそういった状態になりますと。で、続いて、DEX の自動複利を行う、今後の DAPS はありますか、特にソングバードフレアのデリゲート報酬などのということで、サードパーティーが作るのは自由ですが、私たちではありませんと。FTSO やエアドロップのね、報酬を自動合成するアプリケーションに関心があるのは確かということで、フレアが作るわけではないけど、サードパーティーの DAPS が今後提供する可能性はあるかと思います。でね、これね、僕自身もね、かなりね、まあ、利用価値は高いかなと思います。今はね、ダブルアップして、報酬ね、デリゲート報酬とかももらって、複利で運用するっていうことに関してもまたね、自分でラッピングしたりとかっていう作業が必要になるので、それがね、簡単にね、自動でどんどん複利を行っていくように自動で行われたらかなりね、ストレスも減るのかなと思っております。はい、続いてですね、こちら最後になります。ソングバードのインフレ率はホームページに、年率10%と書かれていましたと。これもね、先ほどの、まあ、不満に対してのかなの話になるかと思います。実際にもらえる量がね、減っちゃうんじゃないかと思っている方ですね。で、どのようなドキュメントを指しているのか、どちらかね、引用しているのか分かりませんが、ソングバードのね、フレアのカナリアでのインフレ率は1年目10%、2年目8%、3年目は6%、それ以降はガバナンス投票で決められていくと。だから下げることも
上げることもできるよっていうことで、配信をされてます。だから先ほども言いましたが、報酬はね、受け取る枚数減るかもしれませんけども、年間のね、トークンの価値を考えると、上がるように設計されているっていう形が、インフレ報酬と言われているゆえんになる、と思います。はい。ここまでがね、直近の最新情報になりました。で、フレアのね、メインネットね、心配されている方もいるかと思いますが、まだね、徐々にね、進んでるって感じでね、大きなニュースがなくてね、ちょっと残念に思ってる方もいるかと思いますが、その代わりね、他のね、DEX、フレアファイナンスが、FLR ファイナンス動いてたり、あと、オラクルスワップのステーキングとか、あとはパンゴリン DEX のステーキングとかね、あとブレイズスワップっていうのも新しくね、最近また、展開されてますので、そちらでね、報酬プラットフォームっていうのは動いていく可能性もありますし、他にもね、いろいろサービスまた始まっていくかと思いますので、そちらもね、始まり次第僕の方でね、全部まとめて配信、していきたいと思いますので、ぜひでね、そちらも、見ていただけると思います。基本的には毎日、コミュニティチェックしておりますので、動画の方もね、毎日上げられるように、見てますので、またね、他の動画も見ていただければと思います。はい、ではね、今回はね、直近の情報になりました。はい、ここからはですね、宣伝になってしまいますが、限定公開安さん流ハイブリッド資産運用ということで、今仮想通貨で2万円の元手に10ヶ月で500倍の1000万円突破、現在専門知識経験不要の不労所得スターシステムを開発して、月利 20% 以上で資産爆増中、0から30万円稼ぐ秘密の裏技、爆発的に増やす自動売買システム、500倍に資産を増やすとメソッドですね。こちら僕の公式 LINE の方に登録してくださった方に、漏れなく全て無料でプレゼントしております。動画のね、概要欄、コメント欄にも LINEの登録リンク追加しておりますし、あとはね、元記事の一番下スクロールしていただいて、プレゼントの受け取りですね、クリックしていただけますと、LINE の友達追加の画面に入りますので、そちらからね、登録してくださった方にすべてね、漏れなく無料でプレゼントしておりますので、よかったらこの機会にね、お友達追加していただければと思います。あとはね、今回の動画の内容でね、ちょっとわからないところがあったとか、もうちょっと詳しく聞きたいとか、あとはね、仮想通貨全般の質問も受け付けておりますので、何か気になることとかね、聞きたいことございましたら、LINE の方からお問い合わせいただければ、僕の方からですね、すぐ返答の方をさせていただきますので、よろしかったら、友達追加の方よろしくお願いいたします。はい、では長い間ご視聴いただきありがとうございました。